お待たせしました。日本のオーストラリア拡張ルート、今回が最終回だよ。まずは状況の再確認から。今回は対空制で進めていたんですが、いつの間にか大日本帝国になってました。まあでも我らが徳川慶喜さんは大名のリーダーとして健在だよ。領土関係は内心の分裂に乗じて3世を保護国にしたところでしたね。これによりロシアと国境が接してしまったわけですが、ロシアの態度は好戦国、攻めてくる気満々だよ。それで対ロシアの備えができているかといえば全くの無防備です。上陸戦力の小さな軍しか大陸にいないよ。敵の規模は300から400くらいだから、最低100大隊は待機させておかないとね。ひとまず防衛できるだけの戦力を置きますが、反攻の時期はいつ頃にする予定かというと、3号歩兵機関銃の準備ができた後ですね。ちなみに朝鮮半島もロシアの介入が確定なのでしばらく手を出せないよ。でも心配はご無用。ロシアは他国には関心を晴れてないんです。というわけなので地道に防御を固めつつ、ロシアの目の届かないところから拡張を進めるよ。なお、南からはイギリスが四川方面へ進行中です。イギリスより先に関東の沿岸部を確保するのを当面の目標にしましょうか。あと、この辺りはロシアを潰して背後の礼を立った後に確保する予定だよ。最後に企業について。3個目の設立が可能な状態ですが、設立を保留にしています。理由はこちらの装甲艦の研究完了待ちです。装甲艦の研究が終わったら3つ目の財閥企業、設備士を設立するよ。そうそう、財閥企業については重大な注意点があるから説明しておくね。こちらの企業帝国のジャーナル、もう少し後で有効になるのですが、財閥が2つまでなら庶民の勝利でジャーナルが完了します。3つ目の財閥企業を設立したら財閥の勝利ルートになって進め方が変わります。こちらが開始後のジャーナルなのですが、時間の経過で正当性にデバフが入る毒入りです。ジャーナルを未完了で放置すると際限なく正当性が下がった結果、反対性派が増えて1910年代くらいに革命が起きて内戦になりますね。まあそうならないように早めに完了させたいところですが、この勝利条件にてよ、日本国内の施設の 25% 以上を財閥が占有しないと終わらないよ。ちなみに財閥企業が2つだけだと 10% 未満の条件達成で即終了します。財閥3つだと 10% 未満にも 25% 以上にもならず、だらだら続いてしまうわけなんです。じゃあどうするのかというと、もう一つの財閥安田も設立して財閥の建設を加速させるよ。状況の振り返りと予定の説明はこんなところですね。では本編を開始しましょう。はい、まずは設定の見直しだよ。最初にロシアを萎縮させるための策を講じるよ。設定するのはここ徴兵大隊を最大にします。現バージョンは海外展開中の分では徴兵を使えないので張り子の虎なんだけどね。見よ、陸軍ランクが13位から6位に急上昇。これでロシアはビビって攻めてこないよ。研究も一旦軍事優先にしておこうか。後でまた見直しするけどね。少しでも戦力ランクを上げるために動員オプションも最新にしておくよ。あとは市場価格のチェック。アヘン、ボム、爆薬の施設を建設予約に足しておくね。見直しは OK だよ。時間を進めようか。最初から飛ばしていくよ。北洋に保護国化を要求。北京を確保するよ。恐れをなして駆逐してきたね。まだまだ行くよ。次は台湾だよ。不正期間可決したよ。続けて賃金助成を制定する。これで労働者の支持は爆上がりよ。おっと、ベトナムが介入してきたね。保護国にすると悪名が100超えちゃうな。運が良かったな。今回は見逃してあげよう。イギリスの属国を奪う千載一遇のチャンスだったけど仕方ないね。海兵隊、台湾へ上陸して占領せよ。やった、装甲艦の研究が終わったよ。無事
三菱を設立しました。そして三菱には発動機の作成を認可する。これで発動機不足の解消よ。はい、台湾が降伏して保護国になりました。ロシアに備えて満州軍の拡大も進めてるよ。おっと、企業帝国ジャーナルが始まったよ。よしよし、財閥は好調だね。企業帝国の進捗は現在 11% ちょっと、まだまだ先は長そうだね。賃金助成が可決、最低賃金保障で生活水準も上がるね。今度は小作制度を廃止するよ。そして次はオランダ線の予定です。バリを征服して新聞ルートを確保しておくよ。そうそう、魚雷戦の時代になったので、魚雷テープ盾薬の重量感を艦隊に追加し始めたよ。勢力ブロックの2つ目の原則は、企業を選択、レベル3にして安田を設立するつもりだよ。商業か農業、そして制限選挙も可決したよ。では、オランダ東インドからスマトラ島を奪うよ。ここで南スマトラを奪えば3つの海峡全てを支配できるからね。ボルネウ島の駐屯軍は泳ぎで中央シャワーに移動せよ。西ボルネオからジャンビも大丈夫、泳いでは垂れるよ。ふふふ、ネゴシー領を請求した上でオランダ東インドの解放を要求したよ。全ての戦場で優勢だね。ちなみにオランダはイギリスの勢力ブロックに参加してました。だから属国化される前に征服したんです。勝利だよ。よしよし、これでラストバトルの際にイギリス軍の移動に制限をかけられるね。インドネシアの征服はほぼ完了ですね。最後に残ったジャワは戦線終了後に保護国にする予定だよ。従属国が増えてきたので小さい国は併合してよ。併合の理由はね、従属国に任せておくとゴム農園に人が集まらないからだよ。今回ね、インドシナを確保していないのでゴムが足りなくなりそうです。スマトラ島の3国も頃合いを見て併合しないとね。よし来た、プラスチックだ。今はガラスの生産を増やしながら建設局をアップグレードしてるよ。企業3にアップグレードして追加の企業を設立するまであと半年だね。はい、半年経って安田を設立したよ。安田には石炭鉱山を認可する。資源開発は任せたぞ。ちなみにジャーナルの進捗は 18% ちょっとだね。まだ正当性のデバフは小さいけどあまり有用ありません。はい、次の戦争への仕込みです。マカオの分離反乱を鎮圧しました。分離反乱を鎮圧したので広東の政府権をゲットしたよ。久しぶりの改革の成功、役目の終わった国境を廃止したよ。塹壕兵アンロックしたよ。よーし、じゃあ早速戦争して重心防御の研究バフをもらおうね。広東西部を征服して残りは保護国にしたよ。重心防御もアンロック、対ロシアの研究も順調だよ。安田の高速商船の生産が始まったよ。そして大規模徴兵可決したよ。多文化主義を制定するよ。今回は朝鮮総督府ジャーナルの完了は目指さず文化的排斥はスキップします。見よ、交渉したから失敗確率ゼロだよ。ほぼストレートで多文化主義が可決したよ。ちょっと遅いタイミングだけど発電所を建てて電化を進めてます。減電してやっと正当性57か。ちょっとデバフがきつくなってきたよ。企業帝国の進捗はもうすぐ 23%、 あとちょっとだよ。機関銃だ、対ロシアの準備が完了だね。でもゴムが足りないからロシアの前に従属国を整理するよ。全く接点のなかったベンガルがいきなり台湾の移譲を求めてきたよ。なんてこった、ベンガルからもらいたい領土がないよ。ノーマークだったから関心レベルも上げてなかったし、完全にやられ損だよ。請求なしで防御に徹します。敵首都を制圧するだけの上陸戦力がないから地道に補給艦を買って敵の沿線度を上げていきます。ひどすぎる。ロシア専用の金備蓄が全部溶けちゃうよ。まったく大惨事だよ。このやり場のない怒りはジャワにぶつけるよ。
企業帝国ジャーナルは達成目前だけど、もう正当性が50を切っててやばいよ。終わった。やった。レセフェールのバフを獲得したよ。ふむふむ。なかなか強力なバフだね。ジャワの駆逐で戦争も終わったよ。行くぞ。北東アジアからロシアを追放する。満州戦線に用意した軍は200ちょい。機関銃があればこのくらいで勝てます。忘れちゃいけない戦争目標。外国人投資家の資産は没収だよ。そして現バージョンではクソデカ国家の解放を要求できるのだ。まあ要求はこんなところかな。アラスカの異常も要求したかったけど、もうアメリカに売却済みだったよ。戦闘開始だよ。今は拮抗しているけど、防御力はこちらが上だからそのうち優勢になるよ。飛び地の戦争目標はさっさと達成しておうね。よしよし、均衡が崩れてきたね。ちなみに前週の電化は終わって、今は電話と無線を普及させてるところだよ。そろそろ帰宅だね。勝利だよ。ロシアの国境をウラル山脈まで後退させたよ。でもシベリアの態度は対立でだいぶ警戒されちゃってるね。投資権は無理そうなので独立保証だけ入れておくね。まあロシアに取られなければそれで十分だよ。さあもうロシアの介入はないから朝鮮半島も確保したいよ。残り時間も少ないから一気に全州取ります。ロシアがいなければ苦戦する要素はありません。今は海軍を更新中。旧型艦を退役させて新型艦に入れ替えてるよ。勝利だよ。大陸領土のノルマは達成だね。あとはイギリスから領土を巻き上げれば今回のシリーズの目標は達成だね。イギリス艦隊をボコボコにするために海軍を増強中だよ。日本の保護国同士で戦争しないでもらいたいな。どうにもできないので放置するよ。よし、シベリアを札束で叩いて怪獣を試みるよ。ゴムが足りない。無理をしてでもインドシナを取るべきだったか。ひたすら戦艦を建造してるよ。イギリス相手なら手数が必要だからね。圧縮転嫁だ。ディーゼルに切り替えて発動機の生産量が3倍だよ。はい、ゴム農園を運営できない従属国は併合したいよ。累進課税可決したよ。収入がめちゃくちゃ増えてるね。最後の企業も財閥っぽいやつにするよ。主戦場はオーストラリアになるからそろそろ陸軍も移動させておくね。そして移動完了後に部隊の規模を拡大するよ。ゴムが欲しいので独立に成功したビルマに勧誘をかけてます。ちなみに企業帝国ジャーナルが終わっても下がった選挙の信用はそのままです。選挙の信用度を回復するイベントで少しずつ回復してデバフが半分になりました。おら？さっきまでイギリスだったのにジョホールが独立してるね。ゴムの産地が増えたよ。ビルマとカンボジアのゴム農園にもどんどん投資してるよ。ビルマが仲間になりました。シベリアへのロビー活動が成功したね。そしてシベリアも仲間になりました。はい、対イギリス戦の準備が終わりました。実のところイギリスは放置して適当なゴムの産地を確保した方が良いのですが、3回にわたってサムネで予告しちゃったからやらないわけにはいかないよね。では州の返還請求で宣戦布告するよ。あれ、この世界のイギリスひょっとして弱いんじゃ？失敗した。もっと早く仕掛ければよかったね。おっと、企業枠がもう一つあったよ。電力の会社にしておくね。オーストリアがイギリスに着いたか。だが所詮は陸軍国家、恐れる必要はないよ。悪名はギリギリの98、要求はてんこ盛りだよ。戦闘開始だよ。イギリスのようなお金持ちの国が相手の場合、初手で首都を落とさないとダメです。経済的に余裕があるから降伏するまでが他の国より長いんだよね。今のバージョンって戦争が長引くと占領地が分離独立して損をするからね。上陸作戦は指示したので時間を進めるよ。敵軍の姿がほとんど見えないね。
あれ、もうちょっと抵抗あると思ったんだけどな。首都にも上陸できちゃったよ。では大日本帝国艦隊にホームカウンティまでの補給路の防衛を命ずる。そして上陸部隊は敵中核州の占領地を拡大せよ。普段使ってないから潜水艦のイベントは初めて見たよ。首都が占領済みなのになかなか粘りますね。よっしゃ、勝利したよ。はい、いい感じに征服できましたね。選挙の信用度もちょっとずつ回復してるよ。獲得領土の資源を確認したけど、植民地の部分だけでよかったかも。パプアの植民が完了。予告した領土は完全制覇したよ。ちなみに朝鮮総督府ジャーナルですが、やっぱり多文化主義にしちゃうと同化が進まないね。V1.13 になってから今回で日本は3週目だからだいぶコツがつかめてきたかな。今回のようにイギリスに先を越された場合のゴムの確保の方法はまだ検討しないとね。ブラジルあたりと仲良くなって売ってもらえないか次は試してみるよ。さて、あと8年あるからもうちょっとは拡張できるけど、悪名90じゃもう大したことはできないし、ここで終わりにします。次の動画は琉球の予定だよ。では次回もまた見てくださいね。